はい、こんにちは、梅野です。本日は菜の花を撮っていきたいと思います。はい、菜の花を撮りに来たんですけれども、思った以上に菜の花が咲いてなくて、もうポツリポツリとしかないんですけれども、この中でもなんとか撮っていきたいと思います。はい、そしたら1枚目撮っていきます。1枚目はここの真ん中にある、ポツンと咲いている菜の花を撮っていきます。で、周りの菜の花よりもちょっと背が高いですので、縦構図で切り取って菜の花のこの高さと、あと茎の部分がちょっと曲線になってて綺麗なので、その辺を写真に収めていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。背景をボケさせたいんですけれども、菜の花のすぐ後ろに草がありますので、ここは開放の F2.8 に設定して背景をなんとかボケさせていこうと思います。シャッタースピードは2500分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。シンプルに縦構図の3分割を使いまして、左上の交差点に菜の花を配置して撮っています。ピントは菜の花の上の部分、お花の部分にピントを合わせて F 値 2.8 で撮ったことで、後ろの草の部分は距離的には近いんですけれども、しっかりとボケてくれて菜の花が浮き立つような写真になったかと思います。縦構図を使うことで菜の花の高さと、あと茎の部分の曲線を一緒に収めることができましたので、いい感じの写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はローアングルから撮っていきましょう。こちら河川敷なので斜めに高くなってるんですけれども、こちらの方にちょっとしゃがみまして、手前の菜の花を前ボケに使って撮っていきます。奥の方にある菜の花にピントを合わせて、背景は青空、そういう感じで撮っていきましょう。ここも横構図を使うとちょっと余計な草とかがいっぱい入ってしまいますので、縦構図で切り取って撮りまして、でこの河川敷のラインと青空、これを横の2分割で分けて撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。前ボケを使っていきたいので F 値は 2.8 に設定しました。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出値プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ローアングルから構えまして、地面の部分と空の部分を2分割にして撮ってみました。ピントの位置はここになってまして、そこに合わすことで手前の菜の花を前ボケさせたりとか、下の方の地面をボケさせることができています。奥行きでいうとど真ん中のところにピントが合っていますので、写真全体に遠近感とかそういうのを表現することができたと思います。で、菜の花は左側と右側とありまして、真ん中のところがちょっと空間が空いてますので、シンメトリーほどにはならないんですけれども、左右で菜の花が揃ってて綺麗かなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきます。さっきいた場所からちょっと上がってきまして、ここの菜の花を狙っていきます。で、背景にちょっと木が生えてると思うんですけれども、そこの間にここですね、ちょっとぽっかり空いてるところがあると思うんですけれども、で空間が空いてて、で逆光になるので、向こうが川なんですけれども、川の水がピカピカ反射してますので、あのスペースにこの菜の花をこうちょうど埋める感じ、こういう感じに配置することで、周りの背景は暗くて菜の花のお花のところだけ明るい、そういう感じの写真が撮れると思うので、ここをシンプルに日の丸構図を使って、で露出も下げて背景もシンプルな背景で撮ってみましょう。はい、カメラの設定していきます。F 値は4に設定しまして、菜の花の花びらにしっかりピントを合わせるのと、
背景のもし玉ボケが出れば玉ボケが円形になるように F4 に少し絞って取っていきます。シャッタースピードは1600分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出値をマイナス 1.0 に設定して菜の花の部分以外はちょっと暗めに取っていきます。速攻モードはハイライト重点速攻にしてしまうとちょっと菜の花の春っぽい雰囲気がなくなってしまうので、ここはマルチパターン速攻にして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は菜の花の手前の方にピントを合わせておりまして、で奥の方、菜の花の後ろ側ですね、後ろ側の方はちょっと微妙にボケるような感じを出すことで立体感が生まれているんじゃないかなと思います。背景は先ほどの山の部分のぽっかり開いたところ、そこに菜の花を持ってきましたので、そこだけに光が当たってて菜の花をより強調してくれるような。で普段やったらハイライト重点速攻を使って撮るんですけれども、ハイライト重点速攻を使うと菜の花の黄色の部分もちょっとこう落ち着いた色味になってしまうので、今回はマルチパターン速攻を使って露出値をマイナス 1.0 に下げることで背景は暗めにしつつ菜の花のこの春っぽい黄色はそのまま残して撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここはローアングルから構えまして青空を背景にしてここの菜の花を撮っていきたいと思います。でいろいろ角度変えて見てたらですね、こっち側が低くてこっち側が高くなっていく、菜の花の高さが高くなっていく角度がありましたので、菜の花のこの頂点を右上がりにして青空を背景にして撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。菜の花全体にピントを合わせたいので F 値は8まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。光が順光で当たってまして菜の花とか緑の色がちょっと焦る感じがしましたので露出値はマイナス 0.7 まで下げて撮っていきます。速攻モードはマルチパターン速攻に設定して撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置はこの辺にピント合わせてましてで F 値8にして撮りましたので手前の菜の花はだいたいピントが合ってるんじゃないかなと思います。背景は青空一色になってますのでシンプルで菜の花の黄色が映えてちょっと春っぽさを感じるような写真になったんじゃないかなと思います。菜の花の背の高さをいい感じになる場所を探してましてで今回撮った場所がちょうど左側の菜の花が背が低くて右側に行くほど背が高くなるような場所になってましたので、平坦にこう撮るよりは左下から右上にかけてラインができるような感じになりますので、良かったかなと思います。はい、本日は菜の花を撮りに来ておりました。ちょっと思ったよりも咲いてなくて写真のバリエーションが乏しい感じにはなってしまったんですけれども、その中でもちょっといろいろ工夫して撮ってみました。で菜の花は結構長く持ちますのでまた撮りに行く機会があればチャレンジしてみたいなと思います。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。